こんにちは、宇佐井正宗です。今回はあと一歩で実用化できる案を3つ紹介します。具体的には、ここを改善できたら使えるのにな、みたいな案を紹介する感じです。では早速やっていきます。最初1つ目は、海賊の入江沈没船のパンチエンディングです。まずは動画から見ていきます。これは最後の部分の話になります。最後の宝箱を開けた後、こんな感じで水面より下側を目指します。で、壁にぶつかるときに B ボタンを押すと、スーって登ることができて、より早くびっくり箱を壊しやすくなります。これで理論的には 0.2 秒程度速くなります。で、この案なんですけど、理論上の場合と RTA の場合とで少し話が違うんですよ。この水面から顔を出す部分を見てほしいんですけど、理論的には水面から顔を出した時点で左方向にスティックを倒してすぐにジャンプした方が早いんですね。だけどそれだとジャンプが出せない場合が多いんですよ。だから RTA の場合は安定をとって、まさにこの動画でやってるんですけど、水面から顔を出した時点では真上、そこから左方向にスティックを倒して滑るってことをしてジャンプを出しやすくしています。これはパンチエンディングを使うかどうかに関わらず RTA ではこういう安定のやり方をやっています。で、この安定の入力においては、つまり RTA を想定した場合は平均的に 0.1 から 0.3 秒程度速くなる感じでした。これは私が自分の手で試した結果になります。このタイム差に加えて、この案自体難易度も高くないので、将来的に RTA で主流になるかもしれないですね。最後に私なりのやり方を話しておきます。まず最後の宝箱を開けたら、できる限り直線のライン取りで、この線の模様を目指します。ここですね。で、この線の模様にたどり着いたら、B ボタンを押してスーって登っていって、あとは少し上を入れてから左に倒して滑るといった具合です。ただ、もっといいやり方もあるかもしれないんで、参考程度に聞いてもらえればいいかなと思います。これが一つ目の案でした。続いて二つ目は、水浸シティエレベータースターの B ルートです。まずは動画から見ていきます。左が案で、右が RTA レベルの動きでの現行ルートになります。案では、金網を蹴って、3段壁キックで無理やりエレベーターに登ります。あとは一緒ですね。これで、この比較では、ほぼ同じぐらいのタイムになっています。で、この案なんですけど、2015年頃に私が考えた案で、紫スイッチを踏む普通のルートの方を A ルートと勝手に呼んでおりまして、それに対してこちらは B ルートと呼んでいました。で、案はタイム的には良さそうに感じると思うんですけど、実は難しい点が2つあるんですね。1つ目が、ここの3段壁キック時に、3段の最高点付近で壁キックできないとエレベーターに乗れないことです。続いて2つ目が、ここの壁キック時に最速壁キックじゃないとおそらくエレベーターに乗れないことです。こういう難しい点があるので、実際のところは右の金網を壁キックする方法の方が簡単だと思います。ということで、左の案はもう少し難易度を下げる改善ができれば、金網キックの方法の代案として使えるんじゃないかなって感じになっています。これが2つ目の案でした。最後3つ目は、高いマウンテン100万個コインのスライダー先ルートです。まずは動画から見ていきます。このルートは、要するに先にスライダーを攻略して、最後に赤コインたちを一気に回収して終わるっていうルートです。で、最初はこんな感じでスライダーを目指します。で、入ります。で、ここからちょっと飛ばしていくんですけど、スライダーを終えたら、右に降りて、あとは赤コインたちを一気に回収して終えると。そんな感じのルートになっています。で、コマはちょっと飛ばします。こんな感じですね。当時2013年頃の比較で、現行のボム兵で終わるルートと比べまして1秒程度遅い感じでした。なので、タイムだけを見ると割と良さそうだし、現行ルートとは全く違うルートで速くなる可能性もありそうだなって思ったんですね。だから、このスターは、改善点は今んとこ思いつかないんですけど、もう少し考える余地ありそうだなって思っています。これが最後、3つ目の案でした。ということで、今回はあと一歩で実用化できる案の第8回をやりました。第9回もやる予定なんで、また次回お会いしましょう。
今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。